今回も生成 AI シリーズデータセンターの記録媒体で注目のティッカーシンボル WDC を見ていくよ。WDC のパフォーマンスを見ていくよ。1年でプラス 118%、半年でプラス 69%、四半期でプラス 22%、1ヶ月でプラス 15% というまずまずのパフォーマンスだよ。WDC はパソコンの自作とかパーツのカスタマイズとかする人は名前を知っている会社だよね。ハードディスクとフラッシュメモリーの会社だよ。生成 AI はハードウェア中心に大きな需要を起きていることはみんな理解できているよね。記録媒体もその例外ではないよ。AI のモデルトレーニング用にエンタープライズ SSD を中心に需要が増加しているよ。HDD もモデルトレーニングで出力されたデータを保存するのに期待されているよ。時価総額は23ビリオンダラーの規模だよ。ストーリーとしてはピカピカの成長企業がさらに成長するものではなく、あまり冴えなかった企業が AI でもしかしたら追い風を受けて大きなビジネスになるかもというイメージだよ。WDC の事業を見ていこう。皆さんおなじみのハードディスク、SSD、フラッシュカードなどを販売している会社だよ。最近発表となった2024年の Q2 決算を見ていこう。売上としてはクラウド、法人が同じぐらいで、消費者はそれに対してやや少なめといった感じだね。どこもすごく成長しているという感じではないよね。フラッシュとハードディスクに分けたのがこちら。売上規模としてはどちらも同じぐらいだね。どちらもすごく成長しているという感じではないね。こちらが決算の結果。売上は前年比だと少しダウン。四半期ベースだと復調気味だね。グロースマージン比率も同様。EPS は赤字だね。なんか決算だけ見ていると注目銘柄に見えないよね。少し前のデータ、2023年度ベースの数字だけど、こちらでもう少し細かく見ていこう。ハードディスクはクラウドが 76% とクラウドが多いよ。フラッシュは法人向けが 60% と多いよ。ハードディスクに関しては市場シェアは 39% で2位だよ。AI 関連を含む高いキャパシティのアプリケーションのためのポートフォリオロードマップに従っているよ。タムベースではクラウドが 92% で2025年度で25ビリオンダラーを見ているよ。クラウド事業が重要だね。フラッシュに関しては難度のリーダーを目指しているよ。タムベースではクラウドが 39% と結構クラウドも大きく、2025年度で89ビリオンダラーを見ているよ。キオキアと JV を作っており、2022年度では2社合わせると難度で 31% でサムスンに次ぐポジションだよ。4月25日の決算カンファレンスコールを見ていこう。AI 導入の増加により、エッジとコアのハードディスクとフラッシュの両方でストレージ需要の増加を促進し、長期的な成長と利益拡大の機会をもたらすと考えているよ。AI 関連によりエンタープライズ SSD の需要が増加しているよ。AI 需要は結果にそれほど反映されていないが、エンタープライズ SSD の需要が戻ってきているよ。大容量が欲しいというニーズがあるよ。年後半に向けてモデルトレーニング用の大量インフラ構築の人々に多くの需要があるよ。今年後半の決算に期待だね。非常に具体的なユースケースがたくさん出てきているよ。モデルをトレーニングすると、さらに多くのデータを生成し、その 85% 以上のデータがハードディスクに保存されるよ。すなわち、ハードディスクの需要が高まるということだよ。AI によりどれだけ追加されるかについて言うには時期尚早の時期だよ。これから出現するビジネスに対して長期的な追い風が吹いていると言っているよ。月足チャートはこちら。
2012年ぐらいから上って下がっての繰り返しで、全然株価は上昇していないね。ハードディスクとかフラッシュとか成長企業と見られていないということだよね。それに神風が吹いて株価が上がるか期待されている感じかな。直近も2021年の高値近辺で上髭気味になっており、ここを超えられるかがチャート上のポイントだね。週足チャートはこちら。2023年5月ぐらいから特に昨週からの上昇が著しいね。10週移動平均線をサポートしているね。日足チャートはこちら。ずっと50日移動平均線をサポートして波打ちながら上昇しているね。サポートの移動平均線あたりで買うのが良いのかな。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。